契約外の仕様変更を連発したクライアントを完全論破した結果、金払ってるんだから何でもやれよ。全部契約書に書いてあるんだけど。俺は都内の中堅 SIR で働く28歳のプロジェクトマネージャーだ。今日はある大手企業の販売管理システム開発プロジェクトの話をしようと思う。契約金額3000万円、開発期間6ヶ月の大型案件だった。契約書には仕様を細かく定義して、追加機能は別途見積もりという条項も入れておいた。これは過去の経験から学んだことで、後々のトラブルを防ぐためだ。しかし、この時の俺はまだ知らなかった。この契約書が後に俺を救う最強の武器になるということを。客先企業との初回ミーティングが始まった。システム開発部の部長の田中だ。よろしく頼む。客先の担当部長は52歳のベテランだった。こちらこそよろしくお願いします。契約書通りに進めていきましょう。ああ、期待しているよ。最初は普通の人に見えた。キックオフミーティングも順調に終わり、開発が始まった。しかし開発が始まって1週間後、部長から連絡が来た。さ、在庫管理機能に自動発注機能も追加してほしいんだが。それは契約書に記載されていない機能ですね。追加開発となりますので、別途お見積もりが必要です。は？金を払ってるんだから何でもやれよ。3000万円も払ってんだぞ。この程度の追加は当然だろ。いえ、契約書の第5条に追加機能は別途見積もりと明記されています。契約書なんて細かいこと言うなよ。融通聞かせろ。これはまずいと直感した。この日から俺は全ての会議を録音し、議事録を作成することにした。賢いな。証拠を残すのは大事。毎回の打ち合わせ後には必ず議事録を作成し、メールで送付した部長の発言も全て記録し、それが契約外であることを明記した。しかし部長の追加要求は止まらなかった。顧客分析機能も追加してくれ。それも契約外です。見積もりは約500万円になります。500万？ふざけるな。それくらいサービスでやれ。それはできません。じゃあ売上予測機能もな。それも契約外で、約400万円の追加費用が必要です。いちいち金の話をするな。契約に記載されていない機能は追加料金が発生します。それからモバイルアプリも作ってほしい。モバイルアプリ開発には約600万円かかります。3000万も払ってるのに追加料金ばかり言いやがって。3000万円は契約書に記載された機能の開発費用です。このクライアントやばすぎ。データのエクスポート機能も欲しい。それも契約外です。約150万円の追加費用となります。それとダッシュボード機能もな。ダッシュボードは約250万円です。それから通知機能も必要だ。通知機能は約100万円の追加です。追加要求止まらないじゃん。あと検索機能も強化してくれ。検索機能の強化も契約外です。約200万円の追加費用になります。外部システムとの連携も必要だな。外部連携は約300万円です。どのシステムと連携されますか？それは後で決める。とにかく対応できるようにしておけ。仕様が決まらないと開発できません。具体的な要件をいただけますか？そういう柔軟性のないところが問題なんだよ。その都度俺は契約外であることを説明し、追加料金が必要だと伝えた。そして全てを議事録に記録し、メールで送付し続けた。細かいこと言うな。とにかくやれ。しかし部長は聞く耳を持たなかった。追加要求は10件を超え、どれも契約外の大規模な機能ばかりだった。これはひどい。契約書って何々のためにあるんだよ。デモイッチがしっかり記録してるのが偉い。俺はすくすくと契約通りの開発を進めながら、全ての証拠を集め続けた。具体的にどんな証拠を集めてたの？まず全ての会議を録音した IC レコーダーを常に持ち歩いて、部長との会話を全て記録した。会議後は必ず議事録を作成し、メールで送付して確認を取った。部長からの追加要求は全てメールで文書化した。めちゃくちゃ準備周到じゃん。これは勝つべくして勝ったな。この時はまだ
態度はさらに悪化していった。お前ら本当に使えないな。こんなこともできないのか。部長、それは契約外の機能です。追加料金をいただければ対応可能です。契約がいい。契約違反はそっちだろ。こんな使えないシステム作りやがって。システムは契約書通りに作成しています。契約書なんて関係ない。俺が必要だと言ってるんだ。それでも契約外の機能には追加料金が必要です。お前みたいな融通の利かないやつは仕事ができないんだよ。言っとくが、損害賠償請求するからな。お前らの会社にも連絡してやる。理不尽な脅しが始まった。しかし俺は全ての発言を録音し、議事録に残し続けた。こいつ最悪だな。パワハラや。さらに部長は自社の社長にも訴えたらしい。社長、あの SIR は全然仕事をしません。契約した機能も満足に作れていない状況です。完全な嘘だった。契約通りの開発は順調に進んでいたし、品質も問題なかった。そして俺の上司からも呼び出された。一致、客先から苦情が来ているんだが。課長、それは誤解です。契約外の追加機能を無償で要求されているんです。それはわかるが、なんとかクライアントを納得させられないか。課長、これは契約の問題です。無償で対応すれば前例になります。それはそうだが、大手企業の重要な顧客なんだ。だからこそ契約を守るべきです。それが双方のためです。わかった。だが、慎重に対応してくれ。課長もクライアント第一で俺の味方ではなかった。だが俺は自分の判断が正しいと信じていた。いえ、契約通りに進めます。それ以外は対応できません。わかった。ただ、トラブルにならないようにな。この状況で俺は密かに弁護士に相談を始めた。賢い。準備万端だな。弁護士には契約書、議事録、録音データをすべて共有した。これだけ証拠があれば大丈夫です。万が一の時は安心してください。プロジェクトは予定通り完成した。契約書通りの使用はすべて実装し、品質も問題なかった。納品日、俺は客先に向かった。契約通りのシステムを納品します。ご確認ください。は？これで完成？自動発注機能もモバイルアプリもないじゃないか。それらは契約外の機能です。契約書の使用はすべて満たしています。契約書？そんなもの建前だろ。建前ではありません。法的な契約です。法的？そんな細かいこと言うな。うちは客だぞ。客の要望に応えるのが当然だろ。契約範囲内の要望には応えます。それ以外は別途契約が必要です。ふざけるな。こんな使えないシステム、金は払えないぞ。払い拒否。ありえない。契約通りに作ったのに。契約書には3000万円の支払い義務が明記されています。契約？そっちが契約違反だろ。使えないシステムを作りやがって、むしろこっちが損害賠償を請求する。業務が滞った損害、1000万円だ。1000万円の損害賠償請求。ふざけんな。こいつ最低だな。完全に逆ギレじゃん。部長がヤバすぎる。これは訴えられても文句言えないレベル。部長は本当に損害賠償請求書を送ってきた。マジかよ。本当に訴えてくるとは。数日後、正式な損害賠償請求書が会社に届いた。会社は大騒ぎになり、俺は窮地に立たされた。一致大丈夫か？証拠があるから大丈夫だと思うけど。頑張れ一致。これは一体どういうことだ？課長、すべては部長の言いがかりです。証拠があります。一致なら何なんとかしそう。ちゃんと証拠残してたもんな。この時が来たか。俺は6ヶ月間集め続けた証拠をすべて準備した。俺は弁護士事務所に向かった。では、証拠を拝見しましょう。俺は準備してきた証拠をすべて提示した。まず、使用を詳細に定義した契約書。追加機能は別途見積もりという条項もしっかり明記されている。次に、全20回の会議の議事録、毎回メールで送付し、部長からの確認を得ている。そして、部長の発言を録音した音声データ。金を払ってるんだから何でもやれという発言もすべて記
されている。最後に部長とのメールのやり取り全記録。これは完璧ですね。契約書、議事録、音声録音、メール記録、すべて揃っています。これで勝てますか？勝てるというより相手に勝ち目がありません。特に音声録音が決定的です。部長が契約を無視して無理な要求をしている証拠が明確です。訴訟になった場合、どのくらいの期間がかかりますか？通常は1年から2年ですが、この証拠なら早期和解の可能性が高いです。相手の法務部がこの証拠を見れば訴訟は避けたいと考えるはずです。具体的な金額は請求できますか？もちろんです。契約金3000万円は確実に請求できます。追加機能については正式な見積もりを作成しましょう。わかりました。すぐに準備します。先方の損害賠償請求は完全に不当です。むしろこちらから追加料金を請求できます。追加料金を請求できる？はい、部長の追加要求10件、これは全て契約外の大規模機能です。見積もりを出して正式に請求しましょう。来た。逆転来るか。追加機能10件を見積もった結果、合計1500万円と算出された。では内容証明を送りましょう。内容証明の内容は以下の通りだった。1、契約通りのシステムは完成しており、契約金3000万円の支払いを請求。2、追加機能要求10件は全て契約外であり、追加料金1500万円を請求。3、損害賠償請求は不当であり、即座に取り下げを要求。4、応じない場合は法的措置を取る。完全に形勢逆転じゃん。3000万円どころか4500万円請求。数日後、部長から電話があった。おい、何なんだこの内容証明は。脅しか？脅しではありません。正当な権利の行使です。ふざけるな。こっちが1000万円請求してるんだぞ。その請求は不当です。証拠は全て揃っています。訴訟上等だ。裁判で白黒つけてやる。望むところです。電話を切った後、俺は弁護士に連絡した。相手は強気に出ていますね。このまま訴訟になりますか？いえ、おそらくは相手の会社の法務部が介入してくるでしょう。部長は勝手に損害賠償請求していますが、会社として正式な手続きを踏んでいません。勝手に？はい、法務部が証拠を確認すれば部長の主張が虚偽であることがすぐわかります。いい使って。証拠あるから余裕だな。しかし、数日後、今度は客先企業の法務部から連絡があった。法務部の佐藤と申します。先日の件で確認させていただきたいことが。はい、何なんでしょうか？内容証明に記載されている証拠を拝見できますでしょうか？もちろんです。これは契約書、議事録、録音データ、メール記録のすべてを法務部に提出した。確認が取れました。大変申し訳ございません。部長の主張は全て事実と異なることが判明しました。来た。ざま。部長は和解という形で解決させていただけないでしょうか？和解の条件は？契約金3000万円は即座に全額を支払いします。追加料金については1000万円でご容赦いただけませんか？もちろん損害賠償請求は即座に取り下げます。少々お待ちください。弁護士と相談します。俺は弁護士に連絡し、和解条件について相談した。3000万円は当然として追加で1000万円。本来は1500万円請求できますが、訴訟の時間とコストを考えると妥当な金額だと思います。わかりました。和解を受け入れます。数時間後、法務部に返答した。和解条件を受け入れます。ありがとうございます。早急に和解書を作成いたします。弁護士と相談した結果、和解を受け入れることにした。合計4000万円。当初の契約金より1000万円多い金額だ。大勝利じゃん。イッチ GJ。そして部長の処分についても聞いた。ところで部長はどうなったんですか？それが社内調査を行いまして、部長が会社に無断で損害賠償請求を言っていたことが判明しました。さらに契約内容を無視した無理な要求を繰り返していたことも。部長については社内調査の結果懲戒解雇の処分となりました。来た。ざ
ざま。退職金も没収となります。懲戒解雇ですか。厳しい処分ですね。会社に重大な損失を与えかねない行為でしたから、もし訴訟で負けていたら会社の信用も失墜していました。そうですか。誠に申し訳ございませんでした。こうして和解が成立した。契約金3000万円と追加料金1000万円、合計4000万円を受け取ることができた。損害賠償請求も取り下げられ、完全勝利だ。1000万円の損害賠償請求が逆に1000万円の追加料金獲得。完璧な逆転劇。部長のその後についても調べてみた。懲戒解雇されたことが業界内で噂になり、再就職は絶望的らしい。契約を軽視した代償は大きかったようだ。自業自得。ざまあとしか言いようがない。俺は上司から呼び出された。一致。素晴らしい仕事だった。いえ、当たり前のことをしただけです。いや、その当たり前ができていない技術者が多いんだ。契約書と議事録、録音データをしっかり残していたおかげで完璧な勝利だ。最初は私も客先の言い分を聞くべきだと思っていた。だが君の証拠を見て考えが変わった。証拠がなければうちが損害賠償を払う羽目になっていたかもしれない。ありがとうございます。会社としても今回の件で大きな利益を得ることができた。当初の3000万円より1000万円多い4000万円ですからね。そうだ。それに今後の契約にも良い影響がある。今回の件を教訓に全社的に契約管理を強化する方針だ。それは良いことですね。そこで君を課長に昇進させることが決定した。課昇進来た。おめでとう。さらに特別ボーナスとして150万円を支給する。長にありがとうございます。今回の件は社内でも大きな教訓となった。契約書の重要性、議事録の必要性、証拠保全の大切さを再認識させられた。そして俺はスレミンに最後のメッセージを送った。みんな、仕事で契約を結ぶときは必ず詳細な契約書を作ろう。そして会議は必ず録音し、議事録を作成してメールで送ること。証拠は君を守る最強の武器になる。録音って相手の許可いるの？ビジネスの会議なら事前に録音する旨を伝えるのがベストだ。議事録作成のためといえばほとんどの場合は了承してくれる。なるほど。正当な理由があれば堂々と録音できるんだ。そうだ。むしろ録音を嫌がる相手は警戒した方がいい。確かに後から言ってないとかいう気満々だもんな。俺の経験が少しでも参考になれば幸いだ。勉強になった。契約書と議事録は絶対作る。証拠大事。スカッとした。読んでくれてありがとう。飯をつ。一応つ。良い話をありがとう。完全勝利おめでとう。契約書は最強だな。